はよんぱー、バブルンだよ。今日も東京ベルエコップ製菓調理専門学校からシュガーダンジョンコラボメニューコンテストの様子をお届けするよ。3部門あるコラボメニューコンテストもとうとう最終部門、製菓部門を紹介するよ。製菓、つまりスイーツだね。シュガーダンジョンの世界観にぴったりなスイーツをたくさん紹介するね。ここは製菓部門の厨房。どんなスイーツが出来上がるんだろう。岡さん、みんなのインタビューをよろしくね。本日はどういったスイーツを？今回はいちご大福を作る和菓子の世界観っていうのがシュガーダンジョンもたくさん出てくるので、その中でいちご大福を選ばれた理由みたいなところってありますか？ホームページを拝見したときにキャラに和菓子のキャラクターが何つかいて、和菓子のキャラクターもいいのかなって和菓子にしてみました。なるほど。それで今こういう風にちょうど蒸していると言いますか、そういう状態なんですね。出来上がる大福もどれぐらい可愛くなるのかはちょっと楽しみにしているので、ぜひ頑張ってください。よろしくお願いします。今回どういったスイーツを準備しようと考えていらっしゃいますか？ゲームのアイテムに出てくるドーナツを作ろうと思っています。これはポイントだよみたいなところってあったりされます？可愛い世界観を表すためにいろんな色を使ってカラフルなドーナツを作って、あと焼くドーナツじゃなくて揚げるドーナツにしました。よろしくお願いします。本日はどういったスイーツを今回作ろうと思ってらっしゃいますか？はい、今回はバブルンの形をしたカップケーキを作ろうと思っています。じゃあもう造形的にはもうバブルの顔になるみたいな。そうです。バブルンの顔を作る形です。色とかも難易度高いと思うんですけど、色の方は色をつける粉を使って緑色を表現しようと思ってて、でちょっとだけ黒を加えることで深みを出そうと思ってます。本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。めちゃめちゃいい香り、甘い香りしてるんですけど、今日はどういったスイーツを考えてらっしゃいますか？今日はスポンジケーキの間にドーナツとマカロンをのせたケーキを作ろうと思ってます。最初に資料を作るのをいただいた時に登場するアイテムとかがやはり可愛いスイーツのものがいっぱいあったので、それをスポンジケーキの上とかにのせたら可愛いんじゃないかなって思いました。じゃあどんな形になっているか楽しみにしているので、調理ぜひ頑張ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。みんなの力作スイーツが完成。楽しみ。今回作ったのは題名がサムガリーのいちご大福です。ホームページを拝見したときに和菓子のキャラだと敵が多かったので、敵っぽくちょっとねとかを同じようにしてみました。マフラーをつけたのでサムガリーっぽくなったかなと思います。どうぞ召し上がってください。マフラーのところが可愛く作られてますし、あとこのいちご大福のこのくるんでる感じを寒がりっていう風に表現するのは可愛らしい発想をしていると思うので、そこに僕は感動しました。では早速いただきます。顔がついてる系はすごいないですね。あんこもすごい甘すぎず食べやすい海になっていて、夕日もすごい舌触りがすごい滑らかで、あんこもですね滑らかな感じで、寒がりなこのコートにふわっと私も包まれるようなそんな感じになってとてもいいなと思いました。お店と変わらないというか、お店以上のクオリティの美味しさで本当に大満足です。ゲームに本当に出てきてもおかしくないような可愛いデザイン。食べるのがもったいない。こんな敵キャラだったらもっといっぱい出てきてほしいな。私はゲームのアイテムに出てくるドーナツを再現しました。ゲームのイメージカラーにある青とか紫、赤のグラデーションをきれいにベージで受けられるように一つ一つ丁寧に作りました。ケーキドーナツなので甘めなんですけど、揚げることでサクサクしてふわふわした食感を再現しました。揚げているドーナツって結構油っぽくなってしまうことも多いと思うんですけど、非常にさっぱりとしていて何個でもいけちゃうぐらいの軽さというか、甘さの部分も甘すぎずでちょうどいい甘さで非常に美味しいと思います。バランスよくできていると思います。上にかかってるカラフルなソースが結構甘いので、そこでうまく調和されているなと思いました。
食べた瞬間結構サクっていくんですけど、なんかふわってしてて、でもしつこくないっていう、この甘そうなドーナツなのに食べやすいってすごいいいなと思いました。上にかかってる色も結構濁りやすくて、ちょっと汚い色になりやすいところで難しかったと思うんですけど、そこをうまく綺麗に表現していただいてるなと思いました。アイテムとして本当にありそうと思えるくらい再現度が高いドーナツだね。シュガーダンジョンの世界観にぴったり。見た目甘そうだけど結構何個もいけるバランスの良さがあるね。私はバブルンをイメージしたカップケーキを作りました。カップケーキに顔をつけるだけでなく、トゲもつけることで共有感を出すようにしました。バタークリームはメロンのエッセンスを加えて少し香りが出るようにしました。召し上がりください。実はゲーム中にもバブルンクッキーっていう出てくるんですけど、カップケーキにするっていう発想はもう開発陣からは一切出てなかったので、成果の学生ならではなのかなと、僕はこのアイディアに非常に驚いているというか、素晴らしいなと思って見てます。で、特にバブルン、僕もサイン書いたことあるんですけど、やっぱこの帯で非常に重要なチャームポイントでもあるので、そこをしっかりと取り入れてくれている点っていうのは非常に嬉しいです。非常にメロンのクリームの形のあれが効いてますよね。見た目のままの味というか、ダイレクトに来るので、食べていてでもすごい美味しいです。めちゃめちゃいい意味でのオーソドックスさ、非常にお菓子のところの部分が強調されているような甘さのこの食べてる感っていうのは今までの中でも一番あるので、すごく満足度の得られるお菓子になっているんじゃないかと僕は思いました。メロンの食べた瞬間の風味もそうですし、あと香りもメロンの香りが食べようとした瞬間にふわっと変わってくるのですごいいいなと思いました。クリーム感と下のスポンジの食感もちょっと違っていて、ウインクしてるのもすごい可愛くていいなと思います。ちょっとメロン風味の美味しいカップケーキ。表情も細かくて僕にそっくり。食べるのがもったいない。私が作らせていただいたのはバブルの夢カップケーキという名前のベリーのスポンジケーキです。最初にゲームの資料をいただいた際に紫やピンクなどの可愛い色味が使われていたので、それを再現させていただいたのと、スポンジケーキのシロップにブルーベリーのソースを混ぜてしっとりとブルーベリーの風味をいただけるように開発しました。全体的に甘いイメージを持たれると思うんですけど、中にブルーベリーの酸味を入れることでちょうどいい酸味を取れたバランスになると思います。なんか全部入ってるなって僕思ったんですね。アイテムのマカロンもあるし、ドーナツもアイテムでもありますし、脱出アイテムとしても使ってたりしますし、あとこのケーキも今この切られた断面とか見るとステージのブロックにも見えてくるので、シュガーダンジョンの世界を全部このケーキに入れていただいて再現されているんじゃないかって僕は勝手にちょっと思ったっていうところになります。ケーキのところはまさにおっしゃっていた通り、想像したよりも全然甘くないというか、本当にブルーベリー食べてるような感じのものになっていて驚きました。非常にいい意味でのこのギャップっていうところが面白いなって僕は食べていて今思っています。この口に入れた瞬間から酸味の爽やかさがすごいきて、であと中にブルーベリーも入ってると思うんですけど、それもすごい爽やかで本当に甘すぎないケーキになっていてすごい食べやすかったです。甘いマカロンやドーナツとあとケーキのバランスでうまく味変をしながら食べれるというか、ここがすごい良いなと思いました。限られた時間の中でこのドーナツとマカロンとあとこのホールケーキを作るってすごい作業工程が多そうですごい大変そうだなと思ったんですけど、気合を感じるっていうか、素晴らしいなと思いました。ありがとうございます。シュガーダンジョンの世界を丸ごと閉じ込めたような贅沢な見た目。しかも爽やかなブルーベリーの風味で食べやすい。ボブルンも呼んで一緒に食べたくなっちゃった。どのスイーツもシュガーダンジョンの世界観にぴったりで本当にゲームに出てきそうなものばかりだったね。料理部門、ドリンク部門に引き続きこちらも各部門賞から発表するね。キュート賞、サムガリナいちご大福。おめでとうございます。
特に見た目の発想の内容っていうところは非常に可愛らしい形だったので、もうこの賞一択だろうっていうので、キュート賞っていうところを選ばさせていただきました。続いて、ワールドビルド賞。シュガーダンジョン風グレーズドドーナツ。こちらはもうゲームに出てくる世界観のドーナツを再現されているなっていうのを非常に高く評価して、そこを選考基準させていただきました。本当にありがとうございます。続いて、バブルン賞。バブルンカップケーキ。おめでとうございます。バブルをまさにこのビジュを正確に再現していただいたところが今回の大きなポイントです。そこを可愛く作っていただいたとバブルもおっしゃっていたので、今回バブル賞っていうところになりました。それでは最後バブルお願いします。成果部門最優秀賞は、バブルンの夢川ベリーケーキ。賞状、成果部門最優秀賞。おめでとうございます。まずやっぱりケーキのそこの味っていうのが結構斬新さがあって、普通のケーキ屋さんとは違うケーキの食べ応えと風味っていうところを非常に高く評価させていただいて、これはもう最優秀賞に秀でてるだろうというところで今回は選考させていただきました。本当にごちそうさまでした。ありがとうございました。3回にわたってシュガーダンジョンコラボメニューコンテストの様子をお届けしたけど、どうだったかな？どのメニューもゲームの特徴をいろんなアイデアで表現してて、しかもどれも美味しくてびっくりしちゃった。コラボメニューって奥が深いなーって感じたよ。東京ベルエポック製菓調理専門学校さんと参加してくれた学生さん、本当にありがとね。学校を卒業したら美味しいメニューをいっぱい世に出してね。今から楽しみ。それじゃあまたね。はよんぱー。